前例のない科学技術の進歩の後、人間の能力の風景は根本的に変わりました。かつては SF の領域だったものが、この勇敢な新世界では日常的な現実となりました。かつては漫画や大ヒット映画の中のものであった超能力は、今やスマートフォンと同じくらい一般的です。しかし、この新しい時代の脅威の中に影があります。社会の根幹を侵食しようとする暗い流れです。個々人がますます強力になるにつれて、かつて私たちを結びつけていた絆はほつれ始めました。誰もが非凡な能力を持つ世界では、コミュニティの概念は新しい意味を持ちました。それは共有された経験や相互の支援によってではなく、孤立と自己保存によって定義されるものです。それは個人的な利益追求が市場であり、共感が希少な商品となる世界です。この将来の社会では、個人は自らの力のバブルに閉じこもり、他の人々の苦労から隔絶されています。自然の法則を自分の意志で曲げる能力を持つようになると、多くの人々は真に人間であること、他者の痛みを感じること、助けの手を差し伸べること、お互いに本物のつながりを築くことが何を意味するかを見失ってしまいました。代わりに彼らは自分自身の欲望に隷属し、より多くの力、より多くの富、より多くの全てを求める絶え間ない探求に飲み込まれています。しかし、古い格言にあるように、絶対的な力は絶対的に腐敗する。そして、それが超能力の世界です。個人的な利益追求が、新しいタイラントの新たな品種を生み出しました。これは、共通の利益ではなく、自己中心的な目的のために、彼らの能力を行使する人々です。支配の追求の中で、彼らは力のない者の権利を踏みにじり、その後には破壊の跡を残します。それでも彼らは自分の新しい力で喜びを見つけ、自分の人生から大切なものが欠けているという感覚に苦しんでいます。彼らの全ての能力にもかかわらず、真の人間のつながりの欠如が残ります。彼らは自分の孤独に対処できません。孤独な瞬間に、彼らは彼らをこの地点に導いた選択肢を反省します。恐れ、欲望、そして誤った優越感に駆り立てられた選択によって、彼らは遅すぎるほどに、彼らの行動の愚かさを理解します。彼らは自分自身の死への不可避な行進と向き合う中で、自分の魂と周りの世界に与えられた実際の費用を理解します。しかし、絶望の底にあっても、希望があります。この壊れた世界の遺跡の中で、思いやりと共感の理想をまだ抱いている人々がいます。彼らは自分の仲間の人々に手を差し伸べ、恐れと不信に満ちた世界で、友情の手を差し伸べます。彼らは、真の力が世界を自分の意志に曲げることではなく、逆境に直面しても他人を助ける意志にあることを示します。最終的に、これが勝利する単純な真実です。人間のつながりの力、人間の精神の回復力、前進する道は長く危険がいっぱいですが、彼らは希望を胸に前進します。共に立ち向かう者がいる限り、克服できないものは何もありません。したがって、この警告の物語の教訓に耳を傾けましょう。過去の過ちを繰り返すことなく、私たちは、真の偉大さは力と富の蓄積にあるのではなく、お互いに築く絆にあることを忘れないでください。そして私たちは所有する能力ではなく、私たちの心の中に存在する親切と思いやりが私たちを定義することを決して忘れないでください。